皆さんこんにちは。再び株式相場の雲行き怪しくなってきましたけれども、約1ヶ月ぶりの暴落ということでデジャブ感がありますが、比率に直すと 4% 程度ということで、そんなに気にしなくてもいいのかと、安く買えて万々歳といったような表現するようなインフルエンサーもよくいますけれども、そこはもう少しですね、警戒感を持って見ていった方がいいんではないかということも材料として考えていきたいと思いますので、今回はそのような話をしたいと思います。日経平均9月の4日水曜日の下げ幅はマイナス1600円と、先月8月の頭にはマイナス3000円、4000円と連続しましたので、それと比べるとまだ軽微な方ではありますが、やはりですね、NVIDIA はじめとする AI 関連の収益化というのがちゃんとできるのか、ただ設備投資として金がかかるだけかかって収益化できないというような懸念ですね。あとは独占禁止法違反の調査が入るといったところですけれども、このニュースに関しては今新たに出てきたものではなく、前々から言われてきたようなこと、どうしても AI 開発をするにあたっては画像処理ができる GPU、NVIDIA の製品性が抜きん出ているので、禁止法に触れるような独占の仕方をしているわけではないといったような展開が予想されます。そういったニュースを踏まえて、日経平均前日は 38,686 でしたけれども、前場の寄り付きですね、38,039 ですので、日中で1000円ほど下げたという展開です。まずは日本のマーケットですね、よく注目されている為替の円高進行ですけれども、これはですね、9月の3日、暴落の前日から少し雲行き変わっていまして、もともと147円つけていたところですけれども、ここからですね、9月の4日にかけて円高が進んで145円のところまで行っている。一つ日本株の短期的なトレンドが下落に向いた要因になっていますけれども、この円高起因するところというのはやはり先月の犯人に引き続いて今月も植田総裁なんですけれども、3日の経済財政諮問会議に出席し、改めてですね、金利の引き上げを継続していきますよという方針を示したと。先ほどデジャブと申し上げましたが、さすがに学習しろよとは思います。本人としては新たな材料を提示することなく、これまでの姿勢を踏襲したに過ぎないと思っているかもしれませんが、マーケットがどう捉えるかというのを考えて発言してもらわないと、やはり円高の方には反応してしまうということですね。この段落の一番下のところ、アルゴリズムが円買いに反応したように見えるが、発言自体に真新しさはないと大和証券の人が表現しています。やはり海外市場からは円ショートの方がポジション調整を進める可能性があると、つまり円買いの調整に入ってくる可能性があるというようなイベントにつながっているということです。このあたりはですね、日銀も含めて考えながらちょっとやってほしいなというところはありますが、基本的にはやはり中長期的な目線で円高に進んでいきそうだなというスタンスですね。あとはアメリカの株式市場マーケットで NVIDIA の大幅な下げというのが非常にニュースになっていますけれども、やはり先月に引き続きトリガーを引いたのはこの ISM 製造業指数という景況感を示すものですね。この再び暴落のトリガーとなってしまった ISM、簡単に何なのかと言いますと、各経営者にですね、先月と比べて景況感どうなっていますかとアンケートを取るわけです。そのアンケート、良くなった、変わらない、悪くなったといったような回答をですね、数値化したものが50を分岐点として景況感拡大、縮小というふうな評価されていますので、どちらかというとソフトデータと言われるような部類、雇用統計のようなきっちりとした調査が行われて、中央銀行も政策を決定するにあたって意識しているというようなきっちりとしたものではないんですけれども、先月ですね、暴落のトリガーになったということで、今月も意識されて見られていたわけですが、その結果が先月に引き続き悪かったと、事前予想を上回らなかったので、再びこれまでの利上げがソフトランディングを招くことができないんではないかと。具体的にはですね、生産、受注、在庫といったところが細かくアンケートされているんですけれども、いずれも先月よりは良くないという回答です。ただ、事前予想との乖離という意味では先月よりマシだったんですね。ISM 製造業景況指数の今年の推移というのを事前予想と実績値で比較してご覧いただきますと、こちら。横軸1、2、3、4と打っているところが月ですね。9ヶ月分出ています。左軸が景況感50のところを境に景気の拡大縮小を示しているものですが、これが線グラフの事前予想と実績値のメモリになります。そして右軸が棒グラフ、
乖離幅を示しているものです。そうすると、事前予想よりも実績値が上回ったというのは、今年4月を最後にしばらく現れていないという状況です。5月以降は常に実績値が事前予想を下回ってしまっている状況が続いています。それでもですね、数字としては49、48と来ていたんですけれども、先月ですね、8月のところご覧いただきますと、実績値46台とかなり低い数字になってしまった。乖離もかなりマイナスの方に大きくなっています。これと比べるとですね、今月の事前予想との乖離というのはだいぶマシにはなっているんですけれども、それでも依然として47少し超えているところということで、景況感としては非常に疑念が残るようなデータになっています。S&P500 は昨日 2% 下げていますので、結構ですね、大幅な下げ、今週末出てくる雇用統計などの先ほど申し上げたハードなしっかりとした経済指標というのが悪いデータ出てくると、再び暴落も懸念しなければいけないような状況にはなっていると思われます。ちなみにこの ISM 製造業景況指数を5年間でご覧いただきますと、黄緑が事前予想、赤が実績値、少しギザギザとしていますけれども、1ヶ月ずらすと同じような推移になるのがお分かりいただけると思います。例えばコロナ明け以降の景況感、赤の実績値と黄緑の事前予想というのが1ヶ月ずれている。2022年景況感が下がっていくようなところも同じようなトレンドですね。そして昨年末から今年にかけても実績値を後追いする形で次の月の事前予想がされていると、そういった傾向が見られます。ですので実績値が次の月の事前予想に影響を与えている、相関があるというような見え方ですので、どこかで実績値が上向いてこないと翌月にかけての事前予想というのも良くなってこないと。今月はですね、先月よりも少し良くなりましたけれども、まだ勢いとしては足りないと。もう少しがっつりと実績値が上がってくるような ISM のデータが出てくれば、ソフトランディングの期待も増えてくるんではないかと。逆に言いますと、今回のデータでは全然弱いですよということですね。あとは雇用統計がもし良くなってくれば安心感は広がるかもしれません。ということで先月に引き続き今月の頭からも苦しい相場展開ですが、相場では先ほど申し上げたように NVIDIA が過去最大の時価総額創出記録となったと、そのような話題で持ちきりです。とはいえ NVIDIA すでに世界を代表するような企業ですね。また従前より大手の企業であるマイクロソフトや Google、こういったところも生成 AI に力を入れていますけれども、それに付随してですね、これまで小さかったような新進気鋭の企業が AI ブームに伴って大きく吹き上げた銘柄がいくつかあります。例えばスーパーマイクロコンピューターですけれども、こういったところに変な虫という言い方が正しいかわかりませんが、空売りの機関投資家に目をつけられ始めています。ヒンデンブルクリサーチという会社、ここがやたらとイチャモンをつけていろんな会社に空売りを仕掛けているわけですね。例えばその他の銘柄ですと、iLearning Engines、10ドルあった株価はすでに1ドル台と。ここに対しては財務報告書の数字を偽っているというふうなレポートを出して空売りをしたということです。こういった輩に AI ブームの恩恵で上がってきた銘柄が今度逆に目をつけられてきているという状況です。その他にもルーメンテクノロジーズという会社、この銘柄が上がってきたのはそれこそ8月以降なんですけれども、この銘柄に空売り出して一気に冷え込ませたのがこのケリーセルキャピタルという会社、あるいは日本のソフトバンクが支援しているような銘柄もあります。シンボティック、2023年から大きく株価上昇してきましたが、直近のところ大幅に下げていて、ほぼ元通りの株価水準まで迫ってきています。このシンボティックという銘柄が下がったのは2週間ほど前です。当社施設では何ら活動が見られないことがドローンの画像で示されたというレポートが出て、株売りのきっかけになったと。さてこれを見て皆さんも頭によぎるかと思います。2ヶ月ほど前にレーザーテックに対してスコーピオンという会社が同じようなことをして空売りを推奨したと。こういった動きが AI 関連の銘柄で出てくるというのは非常に好ましくない状況です。一旦はですね、AI 関連のテーマで持つ分のエクスポージャーについては大手関連の銘柄中心に持っていた方がいいんではないかという状況。そもそもですね、こういったやり口、本当か嘘かわからないけれども怪しいよというようなレポートを出して空売りして儲けるといったような卑怯な手口に対してはさっさと規制を作ってくれるのが
一番このマシンですけれども、現状としてはこういった動きにもらい事故合わないように守っていこうというところですね。そして最後にですね、S&P500 が1日で 2% 以上下げたわけですけれども、これが先月2日と今月の9月の2日ですね。これで1ヶ月間で3回目になります。ご覧いただいているのは赤の線が S&P500 の推移、そして水色の棒グラフ、マイナスに出ているものが 2% 以上下げた日のみをピックアップした棒グラフになっています。そうすると、この水色の棒グラフがない期間というのは、平穏に大きな下げを記録することなく推移している期間ですね。逆に水色の棒グラフがバンバン出ている期間というのは大きな下げを記録している、混乱している期間と言えます。そうするとご覧いただいているのが10年間のチャートですけれども、2016年から17年にかけて約1年間ですね。1年半ぐらいありますね、この期間。2% 以上全く下げていません。あとはこちら半年以上といった期間下げていなかったんですけれども、2018年の後半からですね、2% の下げをたびたび記録するようになってくると、大きめの下げが記録されている3000ポイント弱から2300ポイントぐらいまで下がっていますので、だいたい 20% 程度の下げ、そこから再び盛り返してきて、またですね、半年以上 2% 下げることなく平穏な日々が続いたかと思えば、このタイミング2020年の3月4月ですので、コロナショックですね、大幅な下げが入ってきたと。そして2022年入る前ですね、少し長く平穏が続いたとは言えるかわかりませんけれども、半年弱 2% の下げがなかったところから、再び品質するようになったということで、2022年前半はおおむね調整期間となっていました。そして実は8月の頭に暴落を記録するまで、約1年半ですね、再びここ、だいぶ平穏な期間がずっと続いていたんですね。2% 以上 S&P500 が1日で下げることはなかったと。それが今足元で1ヶ月約20営業日、30営業日程度で3回も記録したということなので、下がったところは安くなって買えばいいんだと、イケイケどんどんの人もいらっしゃるかと思いますが、実際ですね、それが功を奏することもありますし、何とも言えないんですけれども、先月はですね、為替が一気に円キャリートレードの解消ということで、それも相まって大幅な下落しましたけれども、そのポジション今は解消されていますので、そこまででかいインパクトっていうのは、1日単位ではそんなにビビることはないかと思いますが、中長期で見ても、多少調整期間に入ってくる可能性というのは、少し心に留め置きながら、買おうと思っている方は慎重に、買わない場合でも今持っているポジションを少し見直していった方がいいんではないかと、そういった提案の今回の動画でした。最後までご覧いただきありがとうございます。今回臨時で動画をお出ししましたけれども、基本的には週1回ぐらいしかできないポンコツなチャンネルですが、今後ともこちらのチャンネルで動画をお楽しみいただける方はぜひ高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。